今回ですね、初めてずんだもんを使って動画作ってみました。ちなみにずんだもんなのかずんだもんなのか未だに分かってないんですけど。やっぱりピッチアクセントがね、難しいですね、本当に。細かいところで間違えるっていうか、自動音声なので、自然に作るのが難しいですね。一応調整はできるんですよ。棒読みちゃん、いわゆるゆっくり実況とかで使われてる合成音声と違って、こんな感じで調整はできるんですけど。いいそうですね。いいそうですね。なんて言うんですかね。細かい部分でピッチアクセントだけじゃなくてイントネーションもおかしくなりますね。実際の音声聞いてみたらわかると思いますけど。とある日の深夜、俺はいつものように食卓に向かい、培養肉でできたサバ塩と書かれた缶詰を開けていた。別にだから聞き取れないってことはないですよ。なんなら母音とか子音とかの発音に関しては当たり前なんですけど、自動音声なので私よりはっきりしてるんですけど。でもやっぱりピッチアクセントとイントネーションがな、どうしても、ちょっとだけ変ですね。数ヶ月後、俺は日本近海にいた。荒波に揺れるオンボロ漁船の上で、俺はひたすら海を見つめていた。目的はただ一つ。絶滅寸前の天然サバを捕獲することだ。一番代表的な例を挙げると、例えばじゃあ日本近海とか絶滅寸前ってこの二つのアクセントが、これは多分共通語では一つの複合のアクセントとしてみなされなくて、だから日本近海ですよね。で、絶滅寸前って全部平板みたいな感じなんですよ。だけど、やっぱりどうしても自動音声ですと、こういうのを複合語扱いして、日本近海とか、絶滅寸前とかって言っちゃうわけですね。やっぱりこうやって言うと、少なくともその有アクセント母語話者の方だったら変に感じると思います。無アクセントの方言もあるので、そういう方は多分何も思わないと思いますけど、私はやっぱりちょっと変だなと思いますね。他にも、なぜか、ピッチアクセントの調整をして、平板っていう風に表示されてるのに、小高になっちゃってるやつがありましたね。天然の魚は、もはや幻となり、魚がって言うべきところ、魚がって下がっちゃったりとか。その辺も技術的な限界なんですかね。ちょっとわかんないんですけど。そういうことがあったりとか。最近ちょっとAI の偽広告とか話題になってますけど。大概ですよ。ネイティブスピーカーだったらよく聞けば AI だなってわかるんですよ。やっぱりさっきみたいな特徴がいろいろあるのです。AI 的なその読み上げ音声だとどうしてもそういう細かいところ間違えるので。今ちょっとじゃあ試しに聞いてみるか。AI 偽広告で調べてみよう。AI ロボット犬とか話題になってましたよね、で、やっぱりだってこれ聞いた瞬間にも変に感じますよね。2025年にはって言ってますね。2025年にはですよね。全くストレスフリーになります。ストレスフリー。全くストレスフリーじゃないですか。こういうところでもう聞いたら一発でわかるんですよ、やっぱり。日本語の使い方もちょっとおかしいですけど、最も人気のあるぬいぐるみペットです。そんな言い方あんまりちょっと英語を直訳したような感じがしますけど。AI の偽広告の音声って著作権ってどうなるんですかね。私これ YouTube で流したら怒られるのかな。ちょっとわかんない。ニュースの音声はカットしてるんですよ。それはだから今見てる FNN プライムオンラインの著作権があると思いますね。とにかくだから、ピッチアクセントわかると変な日本語を見破るのに役に立ったりします。かっこはてな。はい。